お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？楽しかったです。楽しかったですね。なんか心の中ではうん、全然怒ってなくて、うんうんなんかうん。ニヤニヤしちゃいました。なんか、うん。怒る役を演じるとか、うん。すごくわがままな人を演じるうん。っのは、本当に面白かったです。てことは普段はそんな感じではないんですね。そうですね。想像でやりましたね。うん、あんまり私怒ったりすることができないんですよ。ほう。うん。なんかでもイライラしたりうんうん。はしないんですか？イライラ、なんか不満なところがあったら、なんか聞いちゃいますね。聞いたり言っちゃいますね。あー、そうかそうか。いやなんか僕今回撮って思ったのが、あの、どちらも解決に向けて話し出しますよね。そうですね。早く終わりにしたいから、そう早く終わりたい。うんうん。うん。うんうん。なんか僕、ね、ラテンアメリカの人と、まあお話しして、まあ奥さんとね、結構言い合う時もたまにあるんですけど、やっぱ気持ちをしっかり伝えなきゃっていう風になって、どんどんヒートアップすることって結構、海外ではあるんじゃないかなって思うんですけど、確かに日本でなんかこう、気持ちよりも解決策を考える傾向があるんですかね。うん、そうですかね。あと多分みんな疲れてて喧嘩する気にもならないんじゃないですか。パワーがない。パワーがない喧嘩する。確かに。わ怒る。からない。うん。うん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 。え、ちなみにこう、例えばさゆりさん今回のまあ、お腹空いてるはね、ちょっと難しかったですけど、その連絡が来ないっていうので、まあ、正直すっごい不安とかストレスがあ、あるシチュエーションじゃないですか。でもそれで、なんか、解決策で終わりになるのか、いやでも、今までのことどうしてくれんのよ、みたいなのは、なんか感じなかったですか？今までのことっていうのはどういうことですか？うん。今まで連絡してくれなかったこと、過去のそう、ものも過含めて。去の分はどうするの？なんか、じゃあ今、解決策でいい感じになってるけど、今までのはちゃんと説明してよ、みたいな。私のそのストレスはどうなんのよ、みたいな。いや、今まででだって言っても過去に戻れないから、おー、はいこれかはいはい。らのこと直すしかないじゃないですか。今を改善して、うん。未来が良くなるように解決するしかなくないですか？まあそうっすけどね。そうだけうん。ど、でもなんか気持ちが納得いかないみたいな。今までもそうだったよねってちょっと責めるかもしれないんですけど、うん。でも、まあその本人がこれから改善するっていう気持ちがあるんであれば、それを信じてあげたいですあね。あ、そうか。うーん。前向きですね。うーん。そうなんですかね。これが同じ文化圏の人なんでしょううんね。うん、なんかこう、お互いに目指すところがこう、同じ感じで、あんまりこう、ぶつからずに終わっていくみたいな、って感じがしました。そうですかね。文化圏なんですかね。これは性格なんじゃまあないもちろん性かな。どうなん格もですかね。ありますうん。けどね、実はね、もう後語りなので、話すんでええ。すけど、ね、2個目のは、1回目はあまりにも早く終わってしまって、なんかスムーズにうんうん。怒ってないよね、みたいな。解決しちゃったみたいな。解決しちゃったになったのうんうで、んうんちょっともう少しうんうん。悪い性格の部分を出していきましょうかって話したんですけど、まあ、それでもそんなになんか大喧嘩にはならないですもんね。そうですね。大喧嘩する方法を知りたいですね。私、大喧嘩したことなくて、本当に。うんうんうんどういうところで喧嘩するんですかね。なんか例えば、いろいろ今回撮るにあたってシチュエーションを考えたじゃないでうん。すか。うん。まあ今回やらなかったんですけど、例えば、まあ、ゆうゆうさんは、歴史のドラマが見たいと。ああ、そうでで、すね。うん。私はコメディが見たいとか、まあそういう感じのカップルの喧嘩とかってよくあると思うんですけど、うん。もし私が、なんか、パートナーとかに歴史のドラマ見たいって言われたら、またとか言うと思うんですけど、でも、いいよって結局言っちゃいそうなんですよね。うん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 うんうん。だから、喧嘩になんなくて。
うん。だうんから面白いなって思ったのが、やっぱ日本の人って、まずはこの二人のこの状況を整えようっていうふうに考えるのかなって。あ、うん。まあ、とにかく二人で一つのこう、まあ、ミニ社会があるから、そのシチュエーションを何とかしようって考えるのかな。私の気持ちはあんまり生まれてこないみたいな。あ、うん、そうですね、確かに。うん。逆に日本じゃない場合は自分が一番なんですか？私が見たいのになんで私はリスペクトされないの？いっつもあなたのリスペクトしてるんだけど。私はいつリスペクトされんのみたいな。そんな感じなんじゃないかな。そっか、なるうん。ほど。実は私、日本人の方もお付き合いしてたことがあって、うん。その人めちゃくちゃアニメ好きで、うん。アニメばっかり見たんですよ、その時。うん。でも正直私はそこまでアニメが好きじゃないんですけど、うん。でも他にそこまで見たいと思うものもないから、うん。別にいいよって言って見てたんですよ。面白くないけど。そういう人が結構いるんじゃないですかね、日本人の人には。わかんないでああ、すけど。うんうん。なるほど。まあ自分で見たいものもないし、いいか、みたいな。うんうん、そう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 。なんか、そこで、なんで二人まあちょっとね、昔うんの話ですけど、うんうん。なんで二人で一緒にいんのに自分の好きなことだけやるの？うん。それちょっと違うんじゃないのみたいな。いや、特に何も考えてなかったですね。そっ考えないでか。すよね。うん。そうか。まあ見たいんだったらまあ見てもいいけど、途中で寝るかもしれないけど、私はみたいな。うん、うん、うん、うん。うんうんうん。ああ、そっか。これ、うんうん。次面白いな、やったら面白いなって思うのが、違うん。う文化圏の人とこれをやってみたらまたなんか違うかもしれないですよ。あ、そうですね。うん。結構日本だと収束するんじゃないかな。あんま大きい喧嘩しないですよね。うん。ないですね、私、今まで一度も。おう。はい。もうすぐ過去のこと忘れちゃうんで、うん。うん、ないですね。うん。うんうんあと、まあ、今うん。回、うん。ね、実際撮ってみて面白いなって思ったのが、悪い言うん。葉出てこないっすよね。ああ、そうですね。うん。どういう言葉が悪い言葉なんですかね。なんかそれこそふざけんなとか、あの、やってらんないよみたいな。わかんないけど。やってらんうん。ないよ、やっなんてらんないはか可愛い。違うか。そっか。バうん。カとか、あ、クソとか。うん、クソとか、バカ野郎とか、ふざけんなてめえとか、わかんないけど。うん。そうね。なんか、それも日本語の特徴で、やっぱり他の国に比べて、そういう悪いエクスプレッションの幅が少ないというか。うーん、確かに。母国語が日本語なので、そうかもうん。しれないんですけど、なんか、回りくどく嫌味を言うと思いますね。本当に相手を傷つけたかったら。はい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 。うんうんうんそっか。今回そのスキルはちょっとあまり出てこなかったですね。おうん。互いにね。出てこなかったですけど、うん。でも、うん、多分よく知っている人とかうん。だったら、よく相手の悪いところもわかるじゃないですか。うん。だから、うん、それを使う人もいるんじゃないかな。なるほど。心理的な。うんうん。うん。あ、でもそれうん。も面白いですね。相手が嫌がることを知っているから、それを言うこうん。とで、相手うん。に嫌な気持ちをさせてやろうみたいなね。うんうんうん。でも言葉としてはそんなに悪くないんですよ。うん。でも相手にぐさっと刺さるようなあことを言うんじゃないですか、多分日本語だと。あ、確かにね。それが、まあ、外国語で言う、こう、悪い言葉をダーって出すような、うん。そういう表現になるのかもしれないですね。そうですね。言葉遊びでいじめるみたいな。ちょっとあ怖いあ、上げですけど、足を言葉で。取ったりとかね。うん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 。そうですね。まあ、確かにね、相手にぐさっという一言を言うっていうのは、さすがにね、さゆりさんと僕の関係では難しいですし、まあ、おうんうんう互いね、んうん。そんなに知らないから、部分もあるうんうん。からね。
あとはまあこれを動画に出すっていうのももちろんね。ね本当に喧嘩しちゃうみたいな。ねもう二度とコラボありませんみたいなね。うん。まあ、そういうのもね、ありますからね。ただ、面白いですね。ね、普通のこの楽しい会話も、ね、バランスだったりとか、コンビネーションとか、二人のこの相性っていうのが大事だと思うんですけど、うん喧嘩もある意味、相性って大事だなって今回思いました。あ、そうですね。うん。うん。こう、怒りたいっていう時に、うんね、いいパートナーだと、多分、どっちも怒れるかもしれないですよね。怒りたいのにもうやめましょうみたいに言われると、うん違うんだよみたいなね。そうなんですか。じゃあ、私は、ゆりさん的に私と戦ってみてどうでした？なんか、優相性悪かったしいな、ですか？優しい。あ、優しいそっか。なって、うんうんうん。思いましたね。うんうん。なんか、早く終わりにしたいかなとか、うんうん。多分、怒ってないじゃないですか、もう、その実あ、際今回。確かにね。うん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 。うんうん。だからやっぱうんうん。難しいなっていう部分もあったんですけども、うん。もしかすると、ね、海外の人で、まあ日本の方とね、お付き合いしていたりとか一緒にいるっていう方で、なんかもっと来いよみたいなね。もっと来いよみたいうな。なんかん。意見言えよみたいな。言えよみたいな。なんうんだよ、そのなんうんうん。か解決とか、そんなんじゃないんだよみたいな。っうん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 。ていうのもあるかもしれないのうんね。うんううん。ん。確かにね。そう。僕は日本の方と大きな喧嘩したことはもうほとんどないので、うんうなんかすごんく新鮮でした。うん。ああ、そうですか。よかった。うん。疑似体験でも喧嘩しそう。て。うんそう。ああ。うんでもラテンアメリカの人とはね、お友達とか、まあ喧嘩でほどではないですけど、こうヒートアップして言い合いになったりとか、うん、っていうのはあったので、そうね。いや、すごいそうです貴重な経験でした。ですね。じゃあ、このなんか、このレッスンというか、このコント、うこん。の、何ですか、コント このコントから、ここから日本語学習者の人が学べることは何だと思いますか？ああ、いい質問ですね。僕は、日本人がこう、何か喧嘩とか意見が合わなかった時に、感情ではなく、状況の整理をする癖があるんじゃないかな。それを聞いてもらったらいいかな。なんか、気持ちを伝えようっていうのが両方になると、会話がこう重なってしまうじゃないですか。よく、海外の討論番組ですごいなって思うのが、二人ともこうやって話してる。え聞いえ、てないで。ブあ、ワーってそうこう、ですか。どっちも話してて、話すのをやめた方が負けみたいな。うん。でも、日本だうんうんとやっぱりこう、話す、聞く、話す、聞く。で、相手のシチュエーションが分かりました。そこから解決するのか、嫌なことを言うのかっていうのを、もっとこう、ロジカルに考えていく。だからそういう喧嘩の仕方もあるんだよっていうのを今回この動画で学べればいいんじゃないかなって思います。そうですね。うん。じゃあ、ぜひ、この動画を見て、はい、喧嘩の仕方を学んでください。ないのが喧いい嘩とか。ですけどね。うんうないのはいんうん。いですけどね。ないのでも、がいいけど、でも絶対にね、あうん。ると思いますよね。あと、1回目のね、最初の、まあ、劇で、お互いにすぐ折れたりとか、まあ、怒ってるんだけど、まあ、優しい言葉をかけることで、すぐ仲直りができたりするので、まあ、仲直りしたい場合は、まあ、折れるって言いますけど、自分のね、気持ちを少しぐっと我慢して、お互いにいいオプションを探していくっていうのも大事かなと思いました。そうですね。ゆうすはい。けはいつも猫の世話をしてくれるってね。いう、俺って、そうそうそう。ありがとねってまず言ってから自分の言いたいこと言うみたそうそう、いな。そう言うとなんか、ね。うんうん。そうなんだけど、み怒たいな。れないよみたいそうな。そう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 。結構こう、メディアに出てくる、その討論番組とかだと、やっぱりテレビが作っているものだから、もうちょっとこうアグレッシブに見えてしまうかもしれないけど、まあ実際と日本人の喧嘩、どうなの人にもよりますけどね。そうですうん。ね。まあこういうのもね、うんうんうん。一つありなんじゃないかなっていうことでそうしたね。ですね。うん、ではい。も私たちは結構穏やかな方だと思いますね、もうも今回のね。ともとね、ううん。ん、性はい。格がね、二人ともそう。穏やかなので、多分。うん。うんうん。平和主義というかね。うん
なので。でもすごく楽しかったです。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。